皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっているので、動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをサポートしたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。メンバーシップでは毎月、ワークシートを配布していたり、あとは限定のコンテンツも定期ですが配信しているので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は日本のめんどくさいことについて話していこうと思います。やっぱりその国に住むことと、旅行に行くことは全然違いますよね。で、日本も一緒で、日本に住むっていうのと日本に旅行に行くっていうのは全然違います。で、日本に住んでいるからこそ感じるめんどくさいなとか、なんでとか、あんまり理解できひんことっていうのもね、日本人でも思うことたくさんあるし、または、外国から日本に移住してきたってなったらね、生まれ育った文化常識とか全然違うと思うので、なんでってめんどくさって思うこともたくさんあると思います。なので今回は私が思う日本のめんどくさいことについてお話ししていこうと思います。で、まず早速ですが一つ目、これはね、もうみんな思ったことがあると思います。それはゴミ捨てです。ゴミ捨て。やっぱりめんどくさいですよね。まずこれは旅行者でも思うと思うんですけど、日本の、道を歩いていてゴミ箱ってほとんどないですよね。それでゴミを持ち歩かないといけないとか、なんでよめんどくさって思うかもしれないです。で、私もまあ日本のどこかに旅行に行くと同じ状況になるんですけど、これはね、正直めんどくさいとは思わないです。もうそういうもの、そういう風に育ってきたので、特に旅行中にとか、外に出て街にゴミ箱がないから、ゴミが捨てられないからめんどくさいって思うことはないです。でもですね、住んでいるとまた違うめんどくささがあって、それはゴミの分別とか、ゴミを捨てる曜日が決まってるんですね。で、これは一軒家といって一つのお家に住んでいる人とアパートとかマンションに住んでいる人だとまたちょっとルールが違うし、あと東京の渋谷区に住んでるとか、東京でも他のエリアとか、大阪に住んでいる、広島県に住んでいるとか、住む場所によってルールも少しずつ違うので、日本中全部に当てはまることではないんですけど、ゴミの分別がめちゃくちゃめんどくさいです。で、まあ、分別をしないといけないっていうのはね、一緒かと思うんですけど、例えばこのゴミを捨てるのにはお金がかかりますとか、生ゴミ、こうご飯食べて余ったものを捨てるとか、こう野菜の皮を剥いてそれを捨てるとか、生ゴミありますよね。まあ、いわゆる普通のゴミ。これは例えば月曜日とか水曜日に捨ててください。で、次、プラスチックは金曜日に捨ててください。段ボールとか紙は、土曜日に捨ててくださいみたいな感じで、曜日と何を捨てるかっていうのが決まってます。で、その例えば月曜日の生ゴミの日を逃すと次、水曜日まで待たないといけないので、家にゴミがどんどん溜まっていくんですね。これがめんどくさすぎるなって思います。私も海外に住んでいたことがあるので、そこだともういつどんなゴミを捨てても大丈夫だったし、もちろん分別をしないといけないっていうのはあったけど、それはもう慣れている。ゴミの回収の曜日がないので、いつでもその外にある大きなゴミ箱に捨てておけば大丈夫だったので、それめちゃくちゃいいなって思ってたんですけど、日本のシステムは、曜日といつ何を捨てるか決まってるっていうので、これがめちゃくちゃめんどくさいです。これは一軒家に住んでる人のルールだと思うんですけど、アパートとかマンションに住んでいると、その敷地内にゴミ場所というか、ゴミを捨てる場所があるので、そこにいつでも捨てることができると思います。これはまた場所によってルールがあると思うので、正確には何も言えないんですけど、
一軒家に住んでる人よりかは、もうちょっとマシかなって思います。そのアパートにはゴミを貯めておく場所みたいなのがあるので、多分曜日は決まってるけど、そこまで厳しくないんじゃないかなって思います。でも多分日本はすごくすごくゴミ捨てのルールが厳しい国のうちの一つだなって思います。旅行してても街にゴミ箱がなくてめんどくさいし、住んでいてもルールがすごく細かくてめんどくさいっていうのがあります。あとゴミを捨てるのにお金がかかるんですね。それはそのゴミを減らしていく作戦というか、そういう政策もあると思うんですけど、ほとんど無料なんですけど、その一定量を超えると、1年間のそのゴミの量が一定量を超えるとお金がかかるっていうのがあったり、あとは例えばスーツケースが壊れたからそれを捨てたいってなったとしますよね。じゃあ普通には捨てられないんですよ。そのスーツケースは捨てるのにお金がかかります。300円とか500円ぐらいだったと思います。2、3ドルぐらいなんですけど、そのぐらいお金がかかります。なので例えばもうこれ捨てたいから、どっか道に放っておこうみたいな、道に置いて帰ろうってなったら、これはしてはいけないことです。海外だとね、なんか街というか、そういうゴミ置き場所に椅子が捨ててあったり、マットレスが捨ててあったり、ソファーが捨ててあったり、いろいろあると思うんですけど、これはね、日本では知ったらダメです。ゴミを捨てるのにはお金がかかります。なので、もしこれから日本に住む予定があるとか、日本に住んでいて家引っ越すからたくさんゴミが出るみたいな場合はね、気をつけてほしいなと思います。なので、もうとにかく物をあまり買わずゴミを増やさないようにするっていうのが一つだし、あとは、使えるものは本当に最後まで使う。もういらないから捨てようとかじゃなくて使う。または、引っ越しとかだと引っ越しの業者の人とかがいるので、その時にお金を払えば全部引き取ってくれたりするので、なんかまとめて捨てる業者にお願いするっていうのもお金はかかるんですけど、そういうのが一つかなと思います。なので、分別めんどくさいし、お金もかかるっていうのが日本のゴミ捨てだなって思います。では2つ目、めんどくさいなって思うことは、空気を読む文化です。あとは本音と建前とか、人間関係、それがめんどくさいなって思うことがあるし、そう思う人もたくさんいると思います。まず空気を読むっていうのは、誰かに何か言われたわけではないけど、周りの雰囲気とかを読み取って自分が今何をした方がいいか、どんなことを言った方がいいか、言わない方がいいかっていうのを察しろっていうことですね。で、これが空気を読むっていうので、これは正直子供の時からそういう環境にいると身についていることでもあると思います。日本人だとね、いや空気読めよとか、あの人空気読まれへんなとか、そういうのを言うぐらい、空気は読めて当たり前、このスキルが身についてて当たり前なので、なんかできないってなると、日本での人間関係めんどくさいなとか、もうストレス溜まるなって思うことが多いかもしれないです。で、私がめんどくさいなって思うことは、その空気を読みすぎて、なんか誰も何も言わないとか、ちょっと何か言ったら、あいつなんやねんみたいなのがある、そういう場、そういう会社とかそういうコミュニティもあると思うので、そういうのは本当にめんどくさいなって思います。空気を読まずに、何でも自分の言いたいこと全部言ったらいいじゃんっていうわけではなくて、そのちょっと自分の意見があって、それを言ったらなんやねんみたいな、そういう風に言われること。私は経験上そんなにないんですけど、そういう風なことを聞くことはよくあるので、めんどくさいなって思います。あと本音と建前って聞いたことありますか？本音と建前っていうのは、自分の言っていることと、本当に心の中で思っていることが違うっていうことですね。なので相手を傷つけないようにとか、相手によく思われたくてとか、その場を早く切り抜けたくて適当なことを言って、でも本音ではあの人めっちゃ嫌やったなとか、裏では嫌なこと言ってたり、そういうのもあると思います。本当に思ってなかったらもう言わなくていいじゃんっていうことをね、
良かれと思ってというか、相手に嫌な思いをさせたくなくて言うけど、実際はそう思ってないみたいなことがよくあるので、これはね、めんどくさいなって思います。で、私は多分どっちかというと、結構正直に、その嫌っていうことを伝えるっていうことよりかは、もう何も言わないっていうのがよくあります。その空気を読む文化と、あとはその本音と建前みたいなこの人間関係で、発言だけではなくて、裏その裏を読み解かないといけないみたいなのがすっごくめんどくさいなって思います。日本語っていう言語がハイコンテクストランゲージなので、言われた、その人が言った言葉の意味、それが全てじゃないっていう言語なので、それも関係していると思うんですけど、ローコンテクストな言語、英語も比較的ローコンテクストだと思うんですけど、もう何でもストレートに言う文化で育った、そういう環境で育った人からすると、日本のコミュニケーション方法っていうのはすごくすごくめんどくさいと思います。で、これは私も共感します。ともう一つなんですけど、なんか言えばいいじゃんっていう時もたまにあります。これは空気を読むとか本音と建前ではないんですけど、例えばですね、お店の前に行列ができていて、そこで並んでるとしますよね。ラーメン屋さんに並んでるとしますよね。じゃあ、その列に気づかずに、横から自分の前に誰か人が並んだとしますよね。私がそのラーメン屋の行列に並んでるっていうことに気づかなくて、私の前に後から来た人が並ぶみたいなこと多分あると思います。で、そういう時にですね、順番を抜かしてやろうと思って前に並ぶ人もいると思います。いると思うんだけど、90%、95%ぐらいの確率で、多分その人は列に気づいてないんですよね。私がそのラーメン屋の行列に並んでたっていうことに気づいてなくて、その順番を抜かすっていうことがあると思います。その場合、普通は、すいません、この行列私もさっき並んでるんで、後ろに並んでもらっていいですかってこう言えばいいじゃないですか。じゃなくて、言わずに、うわ、あの人、横入りしてきた、順番抜かしてきた、なんやねん、あいつ。みたいな感じで、なんか文句を小声でぐちぐち言ってる人みたいなのがね、いるんですよ。結構いて、で、私は「え？」みたいな。「すいません、並んでるんで、一番最後あっちになるんで、あっちに並んでもらっていいですか？」って言えばいいのに、その順番を抜かした本人には言わずに、抜かされた側の人がぐちぐち文句を言っているみたいなことが結構あるので、それは本当になんでって思います。もちろんその伝えるっていうのはちょっと勇気がいることかもしれないです。わざと抜かしてる人もいると思うので、こう文句を言われる可能性もあるので、そういうリスクを取りたくないっていうのはわかるんですけど、じゃあもう文句は言わなくてよくないみたいな、このなんかすごい矛盾がね、多分行列によく並ぶ人だとあると思います。そういうのを聞いたことがあったり、そういう場面があったりするなって思います。で、あとは、最近は、その、日本語が話せない外国人の旅行者の方もたくさんいて、その場合だと日本ではどういうルールになってるのかとか、お店でどういう風に順番を待ってるのか、順番に並んでるのかっていうのがね、わからないこともたくさんあると思います。で、その場合はその外国人とのコミュニケーションが取れないから、もう何も文句も言えずに黙って待ってる。で、小さく日本語で文句を言っているっていう人もね、結構います。で、私は英語が喋れるし、相手が英語話せなくても、その並んでるよっていうのをね、翻訳機とか使えば伝えることができるので、それでなんか私の後ろに並んでる人が文句言ってるなと思ったら、その外国人に伝えるみたいなことは、したことがあるんですね。じゃあ、すいません、並んでるのを全然知らなくて、後ろに並びますみたいなことがあるので、別にみんな、順番を抜かしたくて、わざわざ横入りしてるわけじゃないっていう人がほとんどだと思うんだけど、なんか結構ね、日本人はその相手に、その順番抜かしてますよ、後ろに並んでくださいみたいなことが言えない人が多い気がして、なんでってめっちゃね、めっちゃ思うことがちょっと最近あったので、これはね、入れてみました。皆さんどうですかね？こういう経験ありますか？いや、そんなことわざわざ言わんでよくない？とか、逆にそんなんもう言ったらいいやん
みたいな、伝えたらいいやんっていう、そういうこととか、皆さんの日常生活でもあるかもしれないですけど、日本でも結構あるなって思います。で、もちろんそのちゃんと伝える人もいるんだけど、伝えない人も多いなって思います。あとは空気を読む文化。これはね、本当に私ももうわけわかんないって思うぐらいややこしい、日本独特の文化なのかなって思ったりもします。では最後にですね、最後これもめんどくさいなって思うこと、それは書類とか手続きをする際に、まだまだ紙をたくさん使っていること、あとハンコを使っていることですね。これはね、日本に住んでる外国人の方とか、日本の会社と取引をする方とか、あの、ビザの申請とかね、もうめちゃくちゃめんどくさいなって思います。2026年、今でやっと多分マシにはなってきてるんですけど、まだまだね、アナログな部分がめちゃくちゃ多いと思います。あと皆さんファックスって聞いたことありますか？ FAX でファックス。これを使ってる会社とかもまだまだあると思います。なんか小さい会社、昔ながらの会社で、社長さんももう、60歳とか、すごく年齢が上の人で、新しいなんかツールを導入するのにはもうわけわかんないしいいやみたいな人、そういう会社って日本にはめちゃくちゃあります。まだまだたくさんあって、みたいなこの私のそのデジタルで育った世代からすると、なんでって思う瞬間、多分日本に住んでいる、働いたことがあるって人はね、一度は思ったことがあるんじゃないかなって思います。まだまだその書類、紙の書類、いちいち絶対紙で出さないといけないとか、ハンコを押さないといけないとか、すっごくアナログな部分が、まだまだたくさんあるなって思います。で、そのせいで、その手続きがめちゃくちゃ時間がかかったり、遅いみたいなこともあるなって思います。皆さんはどうですかね？日本でそういう風に感じたことありますか？ゴミ出しめんどくさいとか、なんか人間関係めんどくさいとか、書類、アナログな部分がめんどくさいとか、この3つを挙げてみたんですけどね。もし日本に住んでいて、日本に生活していて、日本に旅行に来た時に、うわ、これめんどくさって思ったことがあれば、ぜひね、皆さんの意見とか感想も教えてください。で、あと最後にですね、いろいろちょっとネットで調べてみて、見つけためんどくさいみたいなことを一つだけ話して終わろうかなって思うんですけど、その一つはね、傘を差すのがめんどくさいっていうのを見つけました。日本って、日本人ってちょっとでも雨が降ると傘を差す人がほとんどなんですね。結構みんな傘を差します。雨が降ったら濡れたくないから傘を差すっていうのがあるんですけど、海外だとね、結構傘差さない人いるなって私は思いました。でも日本だとめっちゃ差すんですね。で、この傘を差すのがめんどくさいって言ってる、あの、ツイート？ブログかな、なんかそれを見つけて、で、それを見た瞬間に思ったのは、いや、それは好きにしたらいいやんって思いました。傘を確かに日本ではたくさん差すんだけど、差したくなかったら差さなくていいじゃんってめっちゃ思いました。なので、これはめんどくさいに入るのかどうか、本当に個人の自由の、意見なので、勝手にしてくださいっていうものだと思うんですけど、みんな傘を差すから差さないといけないルールがあるって思ったのかもしれないですけど、傘差す差さないは本当に個人の自由だと思うので、好きにしてくださいって言いたいなって思いました。今回は3つメインで日本のめんどくさいことについて話してみました。一つはゴミ捨て。で、もう一つが空気を読むとか、本音、建前とか、何を言うか何を言わないかっていう人間関係のめんどくささ。で、もう一つが書類、ハンコなどアナログな部分がたくさんあるっていうめんどくささ。この3つについてお話ししてみました。皆さんもね、日本にはないめんどくささっていうのが皆さんの国にはあるかもしれないし、逆に日本に住んでみてこれはちょっとめんどくさすぎて意味分かれへんっていうのもたくさんあると思います。なのでね、もし皆さんの思ったストレスが溜まってる部分などあったら、ぜひこのコメント欄で発散してってください。
日本ってなんでこういうのやるのめんどくさすぎるみたいなあればね、ぜひコメント欄で教えてください。では今回はここまでにしようと思います。皆さん今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。